信州の本戦では、南音が再出場した。トレードマークの国鳥が熱血の体内から飛び出してきた。その後南音の自称に止まりました。彼女の自称は私たちが見たことのある様式とは皆違う。黒塗りです。自称の使用について、9域に来たばかりの頃に遡る必要があります。まず、田野栄玉蘭が教えてくれました。自称の試練に合格する必要がある。誰もが自称を制御できる能力があるわけではありません。二つ目はドリアン妃なら、心臓に共感する。例えば、信州に来ました。青友人像に共感しなければ、自称のように有効ではない。南音の自称は誰に共感しているのでしょうか。タイムスタンプシステムは人間の独居ではありません。逆に人間こそ拙劣な模倣者だ。自称システムは古代文明の解読から来ています。南音種の自称が有効であれば、9域の自称システムで機能しているわけでもないし、それは古代文明が残した心臓に共感したのかもしれません。実はそれも意外ではありません。南音がどこから来たか覚えていますか？はい、南音は愚公子から出ました。わかりにくい研究を専門とする組織です。ちょっと詳しいんじゃないですか？前の例はまだイランの研究遺跡にいます。やはり研究は運が悪くて火が入りやすい。今は知っている情報をもっと豊富にすることができます。南音は前任の白虎様です。領官は彼女の後継者です。つまり愚公子も下駄州にいるということです。米検職天正各種のように、明慶検職地木研究所所長。領官は同じように愚公子の後任になったのではないでしょうか。今度は南音が手を落としただけだ。重要なストーリーは州に手配されていると思います。州の愚公子でもっと真実を見つけることができるかもしれない。しかし南音が古代文明の自称を使っていたら、新しい問題も生じました。古代文明はスハ派の勢力を封印したのだ。南音は一体どちらの人なのでしょうか。私たちが戦った後、耳は戦った時、烈血は全力を尽くしていない執行者とサリーさんも気づいたと信じています。私たちはそれと戦っている間に自分の全力を尽くしていないことに気づきました。力が制限されているようなものです。自称システムの紹介はいつも大晦日を対象としている。つまり自称が破れたということです。南音当時の長は列が欠けていたわけではありませんでした。それを抑えるために力を発揮しています。このようにした南音にはどんな目的があるのでしょうか。例えばレンは、歌人ロボットは鏡を飛ばして飛び回っている。結局レーベに会うために。困難音はなぜなのでしょうか。これらの謎を解くには次のバージョンまでしかない。メインラインの解析を続けてみましょう。ブルビルと一緒に9域に来ました。彼女の言葉の中で人名を繰り返し言及した。それがヤヌヌです。彼女が教えた生の知識もあります。文明の痕跡のない場所まで。火の皮をかじって生きる。誰かが友達にこの知識を教えるとは考えにくい。彼女や周りの人が経験しない限り。ヤヌヌもハイガドの実行者です。エヴァンズの駒が次々と現れています。でもこの名前といえば、私は頭がいっぱいです。これは本当に荒野で生を求めています。ブレビルを連れて裏城に来た。ここが信州の中心部です。自称システムの心臓でもあります。9域のシステムは時代とともに進んでいる。焦点体のためのオペレーティングシステムを変更する。画面に表示されているのは、制御システムへようこそ。システム起動中。幻冬はついにそのスタンプを再利用したのではありません。細かいことは表彰に値する。もっと前に行くとガラスの後ろのヒゲが見えます。なぜここの蓋が上になったのか今でもわかりませんでした。ガンギエの動作原理もよくわからなかった。しかし後のストーリーから見ると、原子炉はこの場所に設置される可能性が高い。上のカバーが開くかどうかわからないということです。マーラ彗星の言能を受け取るんだから、まだ蓋を閉めているわけにはいかないでしょう。同然の中で、旅の始めはとっくに私たちを待っていた。彼の髪の後ろに装飾があります。章が1は落ちている。これは難音を連想せざるを得ない。彼はスパイになるのか？でも公式にも気をつけなければなりません。インナスの大狼が殺された時から公式には間違った誘導の悪趣味があった。この章はとてもはっきりしている。逆に公式はわざとだと思います。すぐにタマさんも参加します。今の誤報は証明しなければならない。9域もマーラ彗星の放射範囲内にあります。このようにしてこそ幻冬を立てることができます。証明できれば範囲内で、9域が枝星の一部だと推測できます。前半の言葉は理解できます。でも後半は私は怒っています。龍炎の童話の視線で、9域のタイムラインを西暦2624年に押しました。その地震州に冒険家が現れた。流昇島もあります。客室の近くにあります。NPC が言ったこともあります。自分の父は9域が外界と繋がっていないと言っていた。100年以上が経ちました。タイムラインを再び前に移動させます。もし9域が本当に間星の一部なら、彼らはいつ離脱したのでしょうか。そのために2つの推測が現れました。1つ目の推測は、9域は過去に間星でも秘境だった。人間はここに迷い込んで出られなくなった。間星の他の場所と連絡を失った。
9つの領域でしか繁殖できません。大災害の時期に、9域も同じように分離した。しかしこの仮説は多くの人が9域の秘境に落ちたということでなければなりません。そうでなければ規模を発展させることはできません。そしてもしそうだったら、なぜ9域は間星に何の記録もないのですか？嵐と甘露が初めてビラについた。資料が全然ないなんて。第2種。9域はとっくにエーダ星から分離されていた。だから地域脈と古代文明の遺跡があります。円棒号に隕石に襲われて行方不明になった人間。9域に迷い込んだ。だから9域の時間はエーダ星と同期している。この推測も現在最も合理的です。しかし9域は100年以上前に外部と連絡を失ったものです。今連絡を取り直したところを互いに記録がありませんでした。では100年前の9域接続の外部はどこなのでしょうか？龍炎家の童話の視線で新しい可能性を提供してくれました。神州は龍翔島で発生した時空の亀裂を通過することができます。それぞれの原玉空間に行きます。では原玉空間も人類文明が存在するのではないでしょうか？実はアシャもビラも9域にとって原玉空間とも言える。ブレビルはドメインがどのように生きがい座標に位置しているか質問します。私たちの偉大な功労者賢者と言わざるを得ません。大軍が出征し海の義徳を踏む。分身は切られ計画は座礁された。当初は勢いようだった。失敗したら姿を消した。もちろんこれらは全て遊びのことです。アイダの子は海に落ちた義徳は放水されたと言える。ハガドの主力がどこに行ったか知っていますか？ウォランを攻撃したばかりの枝の子基地。この時は開花徳防御が最も弱い時です。この波は実は実家が入れ替わっています。枝の子が上海義徳に突進した後、エヴァンスらは中央の時空エンジンを遠慮して出て行った。そして身内が避難しました。君が好きなようにしているようだ。ハガドは本当に3回目のバックトラックを止めたいのですか？実はそうではありません。静かな池のように、私たちは最初の石を投入して、水しぶきと波紋を上げました。そんな時、どうやって池を落ち着かせましょうか。正しいやり方は、2個目、3個目を投入するのではなく、水面が自分が落ち着くのを待つことだ。ハイガルドはバックトラックによる破壊を気にしていなかった。避難所の突っ込みのように。あんな上から目線の大物がどうして小物の死活を気にするものか。ハイガルドよりもバックトラックが成功するかどうかを気にしています。エヴァンズの会話では、彼はハガドが過去を遡りたくないと言った。時空が穏やかになるのを待って。でももしアイダの子が過去を遡るなら、彼らも阻止しない。誰かが黒い鍋を背負ってハイガドにはもっと喜んでいる。ハイヨシブについて、謎は普通ではありません。ストーリーが始まったばかりの時、原納刀は元能を幻刀に逆送りしました。幻刀の元エネルギー貯蔵量が飽和してしまいました。ハイガルドは爆発を防ぐために地表に排出した。でもこの後、主役はずっと元の塔を閉じるために努力しています。石が原納刀がなかった時、ハイ感度の元エネルギー飽和問題はもう処理できます。でもどうして元納刀を閉めてしまったの？ハイガルドにはまだこんなに多くの才能があるのでしょうか？これは問題を考えなければなりません。ハイカーダーは賢者の計画を知っているのか？フランツはハガドから星島に派遣されて遺跡を調べた。枝の子が遺跡に興味を持っていることを発見したからです。遺跡には何がありますか？バックトラックの影響を相殺する逆エンジンがある最初のバックトラックの後、私たちは一連のより深い研究と実験を行い、複数の時間位を構築しました。時間緯度には逆時間エンジンが設置されていて、バックトラックによる時空錯乱を相殺することができます。このメッセージだけで枝の子の意図がわかる。枝の子のようにハガドを持ったスパイは言うな。賢者は時空を遡ってこんな大きな計画を立てた。ハイガルドは最後の瞬間まで反応しなかった。これは明らかに不合理だ。さらにとんでもないことに今回の攻撃は、ハイガルドは人員の損失もほとんどありません。だから風はハガドがわざとやったと推測していた。でも彼がなぜそうしたのか理解できませんでした。今から見れば、時空の波動を作るために、他の時空を生きがい座標に位置させることができます。バラバラになった間星を再び集めた。アシャとベラはどうやって繋がったのですか？同じように今回の時空間変動は、私たちが知っているのは3つの時空が今回の波動で、そして繋がっています。未知の時空がどれだけありますか？今回の事件が再配置されたからですか？言うしかない。ハイ感度のこの5は実に少し大きい。大災害を経て、他の時空に再連絡するという考えを諦めたことはありません。ずっと計画していたんです。賢者の手でこの曲を配置した。エーダ星最終号は私たちの努力のもとだと思っていた。すべては計画されていたようだ。覚えてる？魔客チームがベラにログインした後、イカロスはスハハの座標を追いかけていました。グソトスの存在を連想します。ハイガルドの目的はもっと味わう価値があります。問題は利用された賢者たちがこれを知っているということですか？最初彼がまだ知らなかったとすれば。でもハガドを落としたら考えてみなければならない。その後私たちが到達するまで待って、御社の天使がいなくなった。
賢者も矢の上に立っていて送らなければならない。しかし遡っては失敗した。破局のために彼はどうしたのだろうか。ナミシーズという駒を残した。彼女を守るためにもハイガルドと手を組むことを厭わない。インナスの海底に行って救出する。ハイガルドと枝の子の双方には人に言えない秘密がある。ハイギャルドにはグソトスがいる。エーダの子にはナミシスがいる。結局幻冬で本当のゲームをしたのはまだハイガルドと枝の子の二大勢力だ。少し恐れているのではないでしょうか。ブレビルは建物を改造すると提案した。幻の塔を再現するのではなく、これは小生竜をびっくりさせた改造されたガン・ギエーの持続的な正常な運営を確保しなければならない。損をしてはならない。ミミは本当に責任ある支配者だ。あなたたちは何をしても応援します。しかし信州は事故を起こしてはいけない。これはほぼミミの意味です。それからまた破れた洞窟に戻りました。ああ、天正閣に帰った。ガンギエー担当のイクーンが初登場。彼女もスパイの容疑者の一人だ。宦官の責任者として南音の内鬼ならそれは面白いですね。天正閣は材料が足りないから、そこで私たちは再び労働者として働くしかありません。原石と玉は地図にあります。でも注意しなければならないのは、買った材料は任務を達成できない。まさか材料にはまだ何か元気があるのだろうか。最後の材料を買った時、非色に会いました。ここの出会いは本当に偶然ですね。固定機が必要です。マスターはちょうど売り切れました。非色には偶然は可能だ。でも偶然にタイミングがおかしいんです。でも私がもっと気になるのは、非色は私たちを知っていますか？それとも私たちが急なお客さんだから彼女は譲ろうとしているのか？そしてヒーローがなぜここに現れたのですか？風ちゃんは前に玉石と原石は地図でしか探すことができないと言いました。これには時間がかかります。もし非色が通知されたら、ここに来て私たちも完全に可能です。これは非色の擬態ストーリーを待つしかない。現在の更新リズムから見ると、非色の確率は本線がありません。非色のモデリングは本当に美しいと言わざるを得ません。服の細かいところも本当に多いです。幻冬の女性モデリングは進歩しています。男性は材料を集めて急いで天正閣に戻る。私たちが集めた材料に注意してください。作ったのは接続装置だけです。だからなぜ集めた材料が簡単なのか不思議にしないでください。次はまた小さな詳細です。今から出発します。初さん、少々お待ちください。デバッカにはまだ未処理の抜け穴があるようですよ。もともと任務を設置するのは初めて言ったはずだ。しかしブレビルはデバッグシステムに問題があると提案しました。でも本当に問題があるのではないでしょうか。ストーリーにはっきり言われていません。ランナーの仕事は私たちの番だ。インストール中に意外に爆発的な情報を知りました。ある研究員がイクーンが第3世代の自称技術について話しているのを聞きました。それに大物だし、ちょうどストーリーの終わりにタマさんも言及した。改造が完了したら第3世代自称システムを有効にして反撃する。まさか人型ガンダムを開くんですか？それともタイタンの鉄魚ですか？顎の後ろに戻って大型宇宙探検番組が上演された。待って、このアンカー位置でより詳細な対比を提供してくれませんか？残念ですね。ここのスタッフの画面に表示されている画像はフーちゃんは対応する物体を見つけられませんでした。しかしマーラはようやく人間の視界に戻った。ああ、マーラが来たんだ。みんな興奮を隠せませんでした。みんなの嬉しそうな顔を見てまた新しい問題があった。マーラは精密な機器を使っていることがわかります。手間がかかったのはマーラは目に見えない存在だと思います。アシャビラ、9域の空の星は何でしょうか？素材多重であれば公式は処理しなければなりませんか？3つの時空を変えたのは同じ空だった。これは少しサボりすぎます。それとも空はそれぞれの時空に投影されているのでしょうか？次は不運に襲われるべきだ。内鬼もうごめく。はい、今期はこれで終わります。枯渇に注目する違う幻の塔を体験してあげます。